メイクアップアーティストのはるかです。今回はアイブロウメイクの中でも特に眉頭の仕上げ方をメインにご紹介します。今までもアイブロウメイクについていくつか動画でご紹介していますが、アイブロウメイクはメイクの中でも重要な部分であり、メイクレッスンの中でもアイブロウメイクが難しいとお悩みのお客様がとても多いです。アイブロウメイクのポイントはたくさんあり、眉山の高さや位置、眉の長さなどそれぞれ重要ではありますが、綺麗な眉やメイクが上手に見えるポイントは、特に眉頭を綺麗に仕上げることで印象が変わります。こちらの NG 例は眉頭の部分が濃くて、このように丸い形に仕上がっています。それに対して綺麗な眉は眉頭の部分が淡く、このように角のある形に仕上がっています。綺麗な眉頭に仕上げるポイントは、淡く角を作り、ぼかして毛流れを作ることです。こちらのポイントを踏まえて実際に仕上げていきます。眉頭部分を淡く仕上げるために2色使用します。眉尻側に濃いカラー、眉頭側に淡いカラーを使用して仕上げていきます。今まで何度もアイブロウはグラデーションを作ってくださいとご紹介していますが、慣れていらっしゃる方は1色でも量を調節してグラデーションを作ることができると思いますが、眉を描くのが苦手な方は2色使用することで眉尻側を濃く、眉頭側を淡くなるようにグラデーションを作りやすくなります。形に迷ってしまい何度も重ねてしまったとしても、眉頭側に明るいカラーを使用することで濃くなりすぎてしまうといった失敗を対策できます。この時丸くならないように角を作るイメージで仕上げていきます。角といっても直角にする必要はなく、このようになだらかな角を作るようなイメージで仕上げます。チップタイプのパウダーを使用する場合は、細いタイプを使用すると形が作りやすいです。アイブロウパウダーをブラシで使用する場合も同様で、眉尻側に濃いカラー、眉頭側に淡いカラーを使用します。アイブロウパウダーはほとんどのものが2、3色セットになっているので、きちんとそれぞれのカラーを使用することで綺麗に仕上がるように作られています。ブラシに取った後、すぐに使用せずにティッシュや手の甲でなじませてから使用してください。この一手間をするかしないかで濃さが変わりますし、パウダーの密着具合も変わってきます。明るいカラーを眉頭側に使用していきますが、この時眉頭から仕上げるのではなく、眉頭の少し手前、眉の中央寄りの部分にブラシを置いてから徐々に眉頭に向かってぼかしていきます。明るいカラーを使用しているので濃くなりすぎてしまうことはないと思いますが、このようにブラシを動かすことによってより失敗しにくく淡く仕上げることができます。アイブロウパウダーのチップタイプ、ブラシを使用する場合の両方をご紹介していますが、両方使用する必要はないので、チップタイプ、ブラシ、どちらかの方法で仕上げてください。アイブロウパウダーで全体のベースを作った後は、アイブロウペンシルを使用して形を整えます。アイブロウペンシルも2色使用することで、より失敗しにくく綺麗に仕上げることができます。濃いカラーを中央から眉尻に使用し、淡いカラーを中央から眉頭に使用します。ペンシルを使用することで眉にメリハリがつき、眉毛の足りない部分を描き足して形を整えることができます。メイクレッスンで自眉が濃いのでアイブロウメイクをしていませんというお客様がたまにいらっしゃいますが、アイブロウメイクでグラデーションを作り、形を整えることによって逆に自眉の濃さを柔らかく見せることができるので、アイブロウメイクをすることをお勧めします。その時のカラー選びとして2色使用する時の濃いカラーは自眉よりも濃いカラーを使用せずに自眉と同じくらいのカラーか、もしくはこの後アイブロウマスカラを使用するので自眉よりも少し明るいカラーを使用されるのがおすすめです。明るいカラーで中央から眉頭側を描き足します。眉頭は眉毛が上に向かって生えているので毛流れに合わせて描いていきます。この時もなだらかな角を作るイメージで眉毛一本一本を描き足しながら形を作っていきます。
眉頭部分はアイブロウペンシルの芯が細い方が眉毛一本一本描き足しやすいです。この時も地眉がしっかりある方も明るいカラーで描き足すことで柔らかくふんわりした眉の印象に仕上げることができます。濃いカラーで描いた部分、淡いカラーで描いた部分と断片的にならないように中央部分は少し重なるようにして馴染ませます。たまに形を意識しすぎてこのようにフレームが目立っている眉をお見かけするので、目安としてフレームを描いた場合はしっかりぼかしてください。形がイメージできるようであれば、今仕上げたプロセスのようにフレームは描かずに毛流れに合わせて一本一本描き足して仕上げる方がおすすめです。仕上げにスクリューブラシでぼかしながら形を整えます。眉のメリハリを強調させたい場合は、下のラインは少し濃いめに仕上げることもありますが、上のラインは必ずぼかして淡く仕上げます。この時にぼかしすぎてせっかく描いた部分まで消さないように調節しながら少しずつぼかしていきます。もし眉頭が濃くなってしまったり、形がうまく作れなかったという場合もスクリューブラシでぼかして修正することができます。仕上げにアイブロウマスカラを使用します。アイブロウマスカラはいつも通り眉尻から眉頭に向かって逆毛を立てて裏面を塗った後、毛流れに合わせて塗ります。この時に眉頭の毛流れに合わせて上に向かって整えることで角のある形を強調させつつも描き足した部分が馴染むので、より自然にふんわりと淡い眉頭に仕上がります。こちらでアイブロウメイクの完成です。たくさんあるアイブロウメイクのポイントから今回は眉頭の仕上げ方をメインにご紹介しました。眉頭を淡く角を作りぼかして毛流れを作ることで眉が綺麗に仕上がり、メイクが上手な人と思われるようなふんわりメリハリ眉に仕上げることができます。その他のアイブロウメイク動画も概要欄に貼っておきますので、よろしければご覧ください。眉頭の仕上がりによって印象がとっても変わるので、メイク方法の一つとしてぜひご参考にしてください。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムでもメイク、コスメについて更新しているので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。